あやです。はやです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日ははい、今日はかのさん張り切っております。さて、あやさん6年生だよね。はい。中学3年生、高校3年生、共通することは何ですか？修学旅行。はい、修学旅行でございます。で、あやさんもね、もう行く予定なんですけど、岐阜県にはとある都市伝説があるのはご存知でしょうか？何それ？気になる。何？あ、前火？学校の修学旅行でディズニーランドに行けなくなった岐阜県民、そんな都市伝説を聞いたことがありますか？あります。ないです。はい、これ早かのしてたらびっくりなんですけど、これね、どういう都市伝説かというと、ある岐阜県の中学生がディズニーランドに修学旅行できました。なんですけど、その時にミッキーをボーンと突き落として池にダイビングさせたっていう事件があったそうです。で、それによりその学校はディズニーランドに修学旅行行けなくなりました。出入り禁止になったっていう噂です。はい。あやさんはもう自分修学旅行行くからなんとなく聞いたことあるんだよね。で、はやはなかったんだよね。はい。この噂実はママもパパも知ってるんですよね。で、他の県で聞いたことあるよっていう人もいたので、一度コミュニティの方でアンケートを取ってみました。その結果がこちら。聞いたことがないよっていう人が 75%。多くね。聞いてるよ、ミッキーケポチョ事件でしょっていうのが 15%。 おい。そういう話聞いたことあるけど岐阜県じゃないよっていう方が 6%。 お、少ない。聞いたけどそれ以外っていうのは 4% いらっしゃいました。実際にどこの学校かっていうのは知られてないんですよね。ただこの噂があるのがこの中部県内を中心にあるのね。岐阜県とか愛知県とか、コメントもいろいろいただいたんですけど、岐阜県民だからイケボチャ事件知ってる、めっちゃ有名だよねとか、あとはミッキー池に突き落としたやつでしょとか、よ。まあもちろんそんな伝説聞いたことないとか、これ三重県の方かな。あとはその学校は10年間修学旅行でディズニー行けなくなったやつですよねって、今はその学校行けるようになったって聞いてますけどとか、そんな感じでイケポチャ事件っていうのは全国的にちょっとねちょこちょこ知名度があるんですけど、我が地域ではかなり都市伝説化されてます。この事件実際あったかどうかもまず不明なんですよ。ミッキー単体で動いてるとこって見たことありますか？ないです。必ず、周りにさキャストさんいらっしゃるじゃんね。だから一人であなた行ったことないね、その前にねはい、一人で行動することないし、まず池自体がそんなミッキーがうろうろする場所にないんですよね。なので怪しいっていうのが1点で、あと出入り禁止ってなってるけどディズニーランド側からが止められたっていう、なんかそういうのもないよっていう噂もありました。だから学校側がやめたっていう噂もあったりとか、はい、あとは中学生の子が集団万引きをしましたと、ディズニーランドで。はだから出入り禁止になったっていう話もあったりします。本当に地域によって全然違うんですけど、我が岐阜県では中学校の子がディズニーランドで修学旅行に行った際にミッキーを突き飛ばしてイケポチャしたっていうのが都市伝説です。でもそれが本当だったら突き落とされたミッキーの人大変そうやな。まあ、大変でしょうね、それが事実ならはい、その集団万引きにしろイケポチャにしろ誰がやったかって中学生の子なんですよね。かんちゃん、でパパと向こう行ってくる？で、結局何が言いたいかというと、この話ね、岐阜県愛知県にも広がってるって言ったよね。話を聞いていくと、すいません、それ僕の学校かもしれません、私の学校かもしれません、で私の先輩がやったのでそうなりましたとか、僕の親戚の学校がそうだって聞きましたって言って、みんな自分の学校ですって言い出したんだよね。
それってでも逆に考えるとそんだけイケポチャしたんかって話になるよね。それってありえない話なんだよね。でもみんなねやっぱり自分の学校かもしれないっていうのがあって話がすごい広がってます。あやはやのね住んでる町でもそういう話あるんだよね。でママは違う町なんだけど同じ岐阜県で修学旅行ディズニーランド行ったんですけど、その当時もうすでに言われてました。どっかの町の中学生の子がミッキーイケポチャ事件を起こして後輩がディズニーランド行けなくなったと。だからお前たち気をつけて行けよって言って学校の先生に言われたのをママ覚えてます。であやはやの住んでる町なんですけど、パパの時代は行ったのにある日突然ディズニーランド行けなくなりました。いつかは分かんないよ。町にある中学校いくつかあるんですけど、一つの学校を除いてはディズニーランドに修学旅行行ってるんですよ。なんですけどある一校だけ今まで行ってたのに行けなくなってるんですよね。それおかしい。おかしいよね。でさすがにやっぱみんな行ってるのなんで我が子だけ行かないんだろうって言って疑問に思った人が5年6年前にいたのね。でそこの親さんが「すいませんディズニーランドなんで行かないんですか?」っていう話をした時にその話がちらっと出て、ただその学校でやったかどうかは言ってないよ。なんだけど話し合いに話し合いをして5年か6年ぐらい前からディズニーランド修学旅行行けるようになってます。なのであやはやたちこの病気が収まったならば中学校は多分ディズニーランドに旅行に行けます。でも怪しくない？そのママたちの時代の後から多分おそらく10年ディズニーランド行けなかったの。うちの学校がやったとは確証はないんだけど、そういうね事例もいくつかあるそうです。だから噂って怖いなっていうのはあるんですけど、まあでもこの話から多分言いたいのは、どの学校がやったあいつがやったこいつがやったっていうことより、そういう風ないたずらとか事件を起こした場合は自分たちじゃなくて後輩周りの人に迷惑をかけるんだよっていう多分教訓話として広がってるのかなと思ったりもします。まあね、飛び交ってる噂が噂なのでどこまでが本当かわかんない。さっき言ったみたいにミッキーイケポチャできるような状況じゃないのにミッキーイケポチャ事件とかその万引きっていうのも本当にあったのかどうかもわかんないし、もう噂だらけのところで我が地域ではディズニーランドっていうスポットでそういう話がありました。ひょっとしたらね他の学校ユニバーサルでやったってみたいな話も出てくるかもしれないよね。色が複雑すぎる。はい、ということで今回は我が岐阜県に広がる中学生ミッキーイケポチャ事件修学旅行アウトっていうのをお話ししてみました。はい、どう？もしこのまま本当いけんかったら最悪やな。最低ね、その楽しい機会をそういうねいたずらとかで失ってしまうのはちょっと寂しい面もあるので、これから修学旅行行かれる方気を引き締めて後輩のため周りの人のことも考えて行ってください。はい、じゃああやさんも修学旅行を楽しんでいってください。はい、楽しんでねー。みんな楽しみにしてるよ。コロコロ中国。やめて。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。さあかのさんおやんちゃ事件が起きましたが、めっちゃ終わりました。イケポチョよイケポチョ。かわいそうやな。その時のミッキーの人トラウマになっただろうな、本当にやったら。